雨の降る墓所。傘を差した老女が佇んでいた。ここは僕の父の墓です。少年の声が響く。老女は息を飲んだ。手が小刻みに震えている。何を言って。言葉が続かない。墓石には坂本健二と刻まれている。老女が10年間、一人で守ってきた名だ。少年はずぶ濡れのまま動かない。その目はまっすぐ、老女を見つめている。薄よ。老女がつぶやいた。あなたは、誰なの？少年の手に古い写真があった。雨に濡れ、折れ曲がった写真。そこに写る若い男。老女がかつて愛した男と、同じ顔をしている。だが二人はまだ知らなかった。この出会いが、すべてを変えてしまうことを。雨が降っていた。悦子は傘を差し、石畳を歩く。足音だけが静かに響いている。毎年この日、彼女は一人でここへ来る。誰にも言わず、誰も連れず、墓石の前で立ち止まった。刻まれた名は坂本健二。10年前のことだ。健二は大手不動産グループの跡取りだった。将来を約束された男。だがある日、突然姿を消した。そして二度と帰ってこなかった。悦子は花を供える。白い菊。健二が好きだった花だ。また来年も来るわ。小さくつぶやく。その時、背後に気配を感じた。振り返ると、少年が立っている。10代半ば、だろうか。ずぶ濡れだ。傘も持っていない。少年はじっと墓石を見つめている。君、名前は？悦子が声をかけた。中村隆代機械。少年は答える。視線は墓石から離れない。なぜここに？父に、ただいまと言いに。龍之介の手には古い写真があった。折れて色あせている。若い男と女性。そして赤ん坊。写真の端に鉛筆の文字が見える。いつか、帰るよ父が書いたって、母が。悦子の胸が締め付けられた。その筆跡に見覚えがある。だが首を横に振る。偶然よ。世の中には賢治なんて山ほどいるわ。自分に言い聞かせるように。雨は強くなっていく。二人は墓前に立ち尽くしていた。悦子の心に何かがよみがえってくる。忘れたはずの記憶。封印したはずの感情。だがもう戻れない。10年という時間は、あまりに重い。龍之介は写真を見つめたまま動かない。その横顔が雨に濡れている。少年の中にも同じ痛みがあるのだろうか。悦子にはわからない。ただ一つだけ、確かなことがある。この出会いは偶然ではない。そう感じていた。管理小屋は古い木造だった。悦子と龍之介は中へ入る。雨宿りのためだ。管理人が麦茶を出してくれた。湯気が立ち上っている。お二人はご親戚で。管理人が尋ねる。白髪の老人だった。悦子は首を振る。いえ、たまたま。だが管理人は何かを思い出したようだった。そういえばね。老人は窓の外を見る。その子のお父さんも、確かに坂本健二と言っておられましたよ。悦子の手が止まった。数年前、若いお母さんと来られてね。赤ちゃんを抱いておられた。そんなはずは。悦子の声が震える。高代機械が静かに言った。母は、もういません。病気で。少年の声は雨音に消え入りそうだった。悦子は胸に手を当てる。息が苦しい。まさか、この子が、あの人の、いや、違う。そんなはずがない。思い込みに過ぎない。悦子の頭に言葉がよぎる。
家の名誉。彼女はこの10年、そのためだけに生きてきた。坂本家の未亡人として、検事の妻として、世間の目に耐えながら、孤独に耐えながら。だがもしこの少年が本当に、悦子は高代機会を見る。少年はまっすぐ前を見つめている。どこか検事に似ている気がした。目の形、眉の角度、いや、見たいものを見ているだけだ。お名前は確かに覚えております。管理人が続ける。墓参りの記録にも残っておりますから。悦子の心臓が早金を打つ。記録、証拠があるということだ。その記録、見せていただけますか？思わず声が出ていた。管理人はうなずき、奥へ入る。残された2人は黙っていた。雨は相変わらず降り続けている。悦子は窓の外を見つめる。墓石が霞んで見える。10年前のことがよみがえる。検事が消えた日。警察への届け出。報道。世間の噂。すべてが悪夢だった。それでも悦子は耐えた。坂本家を守るために。義父も義母もなくなった。今は彼女一人だ。それなのに、ありました。管理人が戻ってくる。古い台帳を手にしている。悦子は息を飲む。ページを開くと、確かに記録があった。坂本検事2018年4月15日。筆跡は検事のものではない。だが名前は同じだ。住所も記されている。見知らぬ場所。これは、悦子の声が裏返る。高代機械が台帳を覗き込む。母の字です。少年が静かに言った。悦子の中で何かが崩れていく。これは単純な偶然ではない。もっと深い何かがある。そう感じていた。管理人が心配そうに見ている。奥様、大丈夫ですか？悦子はうなずいた。だが手は震えている。外の雨は激しくなっていた。2人は墓前に戻った。雨足は細くなっている。空は灰色のまだ。悦子は高代機械を見下ろす。少年は墓石の前に立っていた。君、嘘はやめなさい。悦子の声は冷たい。人の墓所で身勝手なことを言うと、警察を呼びますよ。高代機械が顔を上げた。目に涙が光っている。嘘じゃない。少年の声が震える。そして墓石にすがりついた。小さな体が震えている。僕の家にはお金はない。高代機械が続ける。でも、お母さんは言った。お父さんは弱くなんかない。優しい人だって。悦子の胸に何かが刺さる。優しい。その言葉が心に響いた。かつての検事の笑顔が浮かぶ。穏やかな目。温かい声。だがすぐに打ち消す。悦子にはプライドがあった。この10年、守り続けてきた自尊心。坂本家の未亡人として、世間に顔向けできる立場として、それを崩すわけにはいかない。とにかく、ここから離れなさい。悦子は背を向ける。龍之介は黙っていた。ただ写真を握りしめている。雨粒が写真の角を濡らす。インクが滲んでいく。お願いします。少年の声が背中に届く。僕はただ、父に会いたかっただけなんです。悦子の足が止まった。だが振り返らない。あなたに父はいません。冷たく言い放つ。勘違いです。田野坂本検事を探しなさい。高代機械が何か言おうとする。だが声にならない。悦子は歩き出した。石畳を早足で進む。後ろで少年が泣いている気配がする。だが振り返らなかった。
管理小屋の前を通り過ぎる。管理人が不安そうに見ていた。悦子は軽く会釈し、門へ向かう。心臓が苦しい。息が荒い。だが止まるわけにはいかない。もし立ち止まったら、もし振り返ったら、何かが崩れてしまう気がした。10年かけて築いてきた何かが、霊園の門を出る。タクシーを拾った。車の中で窓の外を見る。雨は完全に止んでいた。だが悦子の心は晴れない。少年の顔が脳裏に焼き付いている。あの目、あの声、優しい人だ。その言葉が耳から離れない。悦子は目を閉じる。賢治は本当に優しい人だった。誰にでも親切だった。弱いものを放っておけない性格だった。だからこそ、悦子の胸に痛みが走る。もしかしたら、本当にもしかしたら、あの少年が、いや、考えてはいけない。悦子は首を振った。タクシーは町へ向かう。後部座席で悦子は一人だった。深い小道に沈んでいた。窓ガラスに映る自分の顔が見える。疲れ果てた表情だ。こんな顔をするようになったのはいつからだろう。悦子にはわからなかった。夕刻になっていた。悦子は自宅に戻る。大きな屋敷だ。だが誰もいない。一人きりだった。リビングに座る。窓の外は暗くなり始めている。悦子は立ち上がった。書斎へ向かう。奥の棚に古い箱があった。賢治の遺品だ。10年間、触れていなかった。箱を下ろす。ほぼりが舞った。蓋を開ける。手が震えている。中には様々なものが入っていた。時計、万年筆、写真、そして封筒。開封されていない。悦子は息を飲む。宛名は母へ。賢治の字だった。恐る恐る封を切る。便箋が出てきた。インクは10年前のまま、静かに乾いている。悦子は文字を折った。母さんへ。ごめん。最初の一行で涙があふれる。私は正しい跡取りである前に、一人の人間でいたい。賢治の声が聞こえる気がした。彼女は病がちだ。私が守る。悦子の手が震える。もし子が生まれても、名は言わない。あなたを苦しめたくないから。胸が苦しい。いつか必ず帰る。最後の一行だった。だが賢治は帰ってこなかった。悦子は椅子に崩れ落ちる。便箋を握りしめた。シワだらけの指で文字をなぞる。賢治。名を呼ぶ。彼が消えた理由。初めて分かった気がした。賢治は逃げたのではない。誰かを守るために去ったのだ。病気の女性を。まだ見ぬ子供を。そして母を。悦子自身を傷つけないために。涙が止まらない。この10年間、何をしていたのだろう。世間体を守るため。家名を守るため。だが本当は何も守っていなかった。賢治の思いも、賢治の愛も、すべて見ないふりをしていた。そして今日、あの少年を、高代機械を、冷たく突き放した。悦子は顔を覆う。自分が恥ずかしい。自分が情けない。賢治が愛した人。賢治が守ろうとした人。その息子を、拒絶したのだ。私は何をしたの？声が震える。窓の外は完全に暗くなっていた。部屋の中も暗くなる。だが悦子は動かなかった。便箋を胸に抱く。賢治のぬくもりを探すように。だがもう何も残っていない。ただしの冷たさだけがあった。悦子は目を閉じる。賢治の顔が浮かぶ。優しい笑顔。
温かい声。母さん、ごめん。そう言っている気がした。悦子は立ち上がる。もう一度、箱の中を見た。写真が何枚かあった。一枚種に撮る。若い頃の検事だ。まだ20代だろうか。笑っていた。この笑顔を守れなかった。悦子の胸に痛みが走る。だがもう遅い。検事はいない。あの女性もいない。残されたのは高よ機械だけ。悦子は窓の外を見る。雨上がりの空が見えた。星が一つ光っている。私は、悦子がつぶやく。まだ何かできるかしら。静かな決意だった。だが体は動かない。10年間の重み。プライドの重み。それが悦子を縛り付けていた。部屋の中で一人、立ち尽くす。変わりたい。だが変われない。その狭間で揺れていた。翌日、悦子は下町へ向かった。古いアパートが並ぶ通りだ。洗濯物が揺れている。子供の声が聞こえる。悦子は立ち止まる。表札を見た。消えかけた文字で中村。ここに高よ機械が住んでいたのだ。階段を上る。手すりは錆びていた。隣の部屋から老女が出てくる。中村さんのことで。悦子が声をかけた。老女は優しく微笑む。お母さん、良い人だったよ。そう言って窓を指した。夜になると窓辺で写真に話しかけてね。悦子の胸が痛む。あなたは戻ってくるよって。老女の声は温かい。悦子は息を飲む。息子は彼女と子を守っていたのね。小さくつぶやいた。坊やは賢い子だよ。老女が続ける。雨の日でも墓に行って、ただいまって。悦子は深く頭を下げた。教えてくださって、ありがとうございます。老女は悦子の肩に手を置く。あなたもからかったんでしょう。その言葉に涙が溢れそうになった。悦子はアパートを後にする。階段を降りながら空を見上げた。青空が広がっている。あの頃のことを思い出す。検事と出会った日のこと。春の日だった。桜が咲いていた。風に花びらが舞っていた。検事は笑っていた。一緒に歩きませんか。そう言って手を差し出したのだ。悦子は信じていた。小さな優しさが、すべてを変えられると。だがいつからだろう。優しさより世間体を、ぬくもりより名誉を、選ぶようになったのは、悦子は立ち止まる。通りの向こうに公園が見えた。子供たちが遊んでいる。その中に龍之介の姿はない。彼はどこにいるのだろう。悦子の心に問いが浮かぶ。私は何のためにここへ来たのか。答えは見つからない。だが一つだけわかることがある。検事が愛した人がここにいたこと。検事が守りたかった命が、ここで育ったこと。それは真実だった。悦子の中で何かが動き始める。固く冷たいものが剥がれ落ちる感覚。10年間まとっていた鎧が、少しずつ崩れていく。だがまだ完全ではない。まだ迷いがある。まだ恐れがある。悦子は歩き出した。どこへ行くべきか。何をすべきか。まだわからない。ただ足は前へ進んでいた。再び霊園だ。悦子は門をくぐる。曇天。だが薄日が差している。墓石の前に少年の姿が見える。高よ機械だった。悦子は近づく。足音で少年が振り向いた。龍之介くん。悦子が呼びかける。はい。少年は答えた。警戒する様子はない。悦子は深呼吸をする。私は、あなたを疑った。言葉を選びながら続ける。
家の名誉にすがって、息子の声を塞いでいた。龍之介は黙って聞いている。ごめんなさい。悦子は頭を下げた。深く、心から。あなたのお母さんにも、心から割りたい。高代機械が小さく息を飲む。おばあさん。少年が言いかけて止まる。いや、坂本さん。悦子は首を横に振った。悦子でいいわ。高代機械がうなずく。僕、強くなります。少年の声は震えていない。お母さんが願ったから。悦子の目に涙がにじむ。その強さを私にも教えてくれる。高代機械がポケットから何かを取り出した。封筒だ。古くて色あせている。これ、母が。少年が差し出す。悦子は受け取った。手が震える。封筒の表に文字があった。坂本悦子様へ。悦子の心臓が早金を打つ。封を開ける。便箋が出てきた。女性の字だった。悦子は読み始める。悦子さん。お会いしたことはありません。最初の一行で涙があふれる。でも健二さんはいつも話していました。あなたのことを。悦子の手が震える。母さんは強い人だ。一人でも坂本の家を守れる。喉が詰まる。だから僕は安心して、この子を育てられると。悦子は顔を覆った。健二さんは最後まで、あなたを愛していました。便箋が涙でにじむ。どうか高代機械を見守ってやってください。最後の一行だった。悦子は泣いていた。声を殺して、肩を震わせて、健二は逃げたのではなかった。愛から逃げたのでもなかった。二つの愛を守るために、二つの家族を守るために、自分を犠牲にしたのだ。高代機械が悦子の隣に立つ。二人は墓石の前に並んだ。手を合わせる。風が吹く。少し涼しい風があった。悦子は目を閉じる。健二の顔が浮かぶ。笑っている顔。ありがとう。そう言っている気がした。悦子は高代機械を見る。少年も涙を流していた。だが笑っていた。健二。悦子がつぶやく。あなたは最後まで優しかったのね。さらに光が差す。雲の切れ間から墓石が照らされた。坂本健二。刻まれた名前が輝いている。悦子は龍之介の肩に手を置いた。これからは一緒に来ましょう。はい。少年が答える。二人は静かに立っていた。風が吹き抜ける。花が揺れる。すべては、あの日から始まっていた。健二が選んだ道。愛を貫いた道。その道の先に、今、二人が立っている。悦子の心にぬくもりが戻る。10年ぶりのぬくもりだった。数日後、霊園に石膏が来ていた。悦子と高代機械が見守る。新しい石板を据えている。小さな石板だ。健二の墓の隣。石膏が作業を終える。できました。そう言って立ち上がった。悦子は近づく。石板に文字が刻まれていた。秋子愛で残されたな。悦子の目に涙が光る。龍之介も石板を見つめている。これは、あなたのお母さんの場所。悦子が優しく言った。ここへいつでも帰っておいで。高代機械がうなずく。ありがとう。少年の声は震えていた。悦子は龍之介の肩に手を置く。もう一つ、受け取ってほしい。そう言って封筒を差し出した。龍之介は受け取る。中を見た。書類が入っている。奨学基金のものだった。そして鍵。古い家の鍵だ。これは、
高代機械が尋ねる。鍵は避難場所として。悦子が説明した。家はあなたの心が迷った時だけ。使いなさい。龍之介は鍵を握りしめる。僕、勉強します。少年が言った。お父さんが誇れるように。悦子は微笑む。私も母親として学び直すわ。二人は墓石の前に立った。賢治の石。明子の石。二つ並んでいる。風が吹く。優しい風だった。悦子は目を閉じる。賢治の声が聞こえる気がした。ありがとう。そう言っている気がする。明子の声も。高代機械をよろしく。そう言っている気がした。悦子は涙を拭う。もう泣くのはやめよう。静かに心に言い聞かせた。高代機械が花を備える。白い菊だ。二つの石に。一つずつ。お父さん、お母さん。少年がつぶやく。僕、頑張るから。悦子も花を置いた。賢治、明子さん。そっとつぶやく。見守っていてください。空は晴れていた。雲一つない。日の光が石板を照らす。二つの名前が輝いている。悦子は高代機械を見る。少年はまっすぐ前を向いていた。涙は流していない。強くなったのだ。悦子も強くなろうと思った。10年間の孤独。10年間の意地。それらを手放す時が来たのだ。帰りましょう。悦子が言う。はい。高代機械が答えた。二人は並んで歩き出す。石畳の上を、ゆっくりと、門をくぐる。振り返ると墓石が見えた。二つ並んで、悦子は微笑む。これでいい。これが私たちの家族。そう思った。龍之介も振り返っている。そして小さく手を振った。また来るね。そうつぶやいて前を向く。二人は霊園を後にした。空は青く。風は穏やかに。すべてが静かだった。だが悦子の心は温かい。10年ぶりのぬくもりだ。龍之介の存在が。明子の思いが。賢治の愛が。すべてが悦子を包んでいた。もう、責めるのはやめよう。悦子は心の中でつぶやく。賢治を、明子を、自分自身を、許す時が来たのだ。二人は町へ向かう。新しい一歩を踏み出すために。季節が移った。彼岸だ。空は高く澄んでいる。雲一つない。霊園の道に彼岸花が咲いていた。赤い花が風に揺れている。高代機械が歩いてくる。学生服を着ている。紙袋を抱えていた。中には表彰状が入っている。成績優秀者として選ばれたのだ。それと小さな折りた民傘。雨が降った時のために。いつも持ち歩いている。墓前に立った。二つの石板が並んでいる。賢治と明子の名前。龍之介は静かに佇む。ただいま。心の中でつぶやいた。父さん、母さん。紙袋から表彰状を取り出す。二つの石に見せるように掲げた。僕、ちゃんと前を向いてるよ。風が吹く。花が揺れた。まるで答えているようだった。背後に足音が聞こえる。悦子だ。花を持っている。白い菊。龍之介の隣に立つ。二人は並んで墓石を見つめた。悦子が微笑む。柔らかな笑顔だ。賢治。心の中で呼びかける。あなたの子は、まっすぐね。高代機械が空を見上げる。悦子も同じように空を見た。青く高い空。どこまでも続いている。
遠くで虫の音が聞こえる。鈴虫だろうか。秋の音だ。悦子は深く息を吸う。もう一度、生き直そう。そう思った。龍之介も息を吸う。少年の横顔は穏やかだ。もう泣いていない。二人は静かに立っていた。時間がゆっくり流れる。悦子の心に言葉が浮かぶ。愛は血より深い。選び取ることで、つながっていく。賢治が残したもの。秋子が守ったもの。それが今ここにある。龍之介という形で。悦子は少年の肩に手を置いた。温かさが伝わる。生きている温かさだ。二人は墓石に手を合わせる。また来るね。心の中で約束した。雨が止んだら、また会いに行く。そう約束したのだ。悦子と龍之介は歩き出す。並んで、ゆっくりと、彼岸花が道を彩る。赤い色が鮮やかだ。門をくぐる。振り返ると墓石が見えた。日の光に照らされている。二人は微笑んだ。そして前を向く。道は続いている。どこまでも。空は青く。風は優しく。すべてが静かだった。だが心は満たされている。悦子も、龍之介も。二人の中にぬくもりがあった。つながりがあった。それはこれからも続いていくだろう。雨の日も、晴れの日も、ずっと。